どうもこんにちは、クリスです。本日はですね、コンプのレビューでございますけれども、このコンプはですね、コンプレッサーっていう動作を覚えたいよっていうビギナーの人、初心者の人から、コンプのパラメータバッチリ理解してるよ。DAW とかでコンプ使ってるし、もうコンプのパラメータもう全部理解してるよ俺っていう玄人の人、そういう人にまでもううってつけ、ビギナーの人から玄人の人までうってつけのですね、コンプレッサーを紹介したいと思います。はい、こちら、ベコスのコンプ IQ ミニ、こんなちっちゃいんだよ。このミニサイズ、もうピンと合わないぐらいミニサイズなんだけど、このサイズなのにめちゃめちゃいろいろセッティングができます。そして出音が超ナチュラル、尋常じゃないぐらいナチュラル。はい、もうね、コンプかかってるか分かんないっていうね表現よくあるじゃん。コンプ、ナチュラルなコンプでまさに分かんないぐらいかかる。でいて、それでいてがっつりかけることもできるんだから、いろんなセッティングがね、パラメータがこんなちっちゃいのにすげえパラメータがいっぱいあるんだ。だからいろんなセッティングができるめちゃめちゃ高品質なコンプです。はい、ベコスコンプ IQ。 はい、本日はですね、こいつのちょっと音を聞いていただいて、こいつの魅力をですね説明していきたいと思います。はい、ベコス聞き慣れないでしょ。ルーマニアのねブランドらしいです。はい、もう俺の世代ぐらいだとルーマニアっていうともうコマネチくらいしか思い浮かばないんだけどさ、ルーマニアってこんないい製品作ってんだねっていうね、ルーマニアすげえなっていう感じになった製品でございます。はい、とりあえずですね、いかにこいつがナチュラルで、こんなにねコンパクトなのにナチュラルで高品質なっていうと、まあスタジオクオリティみたいなね、スタジオのコンプみたいな、DAW とかでミックスするときに使うコンプみたいなクオリティっていうのがいかにねあるかっていうのを説明していきたいと思いますね。じゃあちょっと音出していきたいと思います。どうぞ。はい、じゃあですね、音出していきたいと思います。まずはエフェクトオフで、こいつのね、ベース本来の素の音をちょっと聞いていただきたいと思います。はい。はい。まあ、こんな感じ。とりあえずエフェクトオフにすると、まあ、多分2フィンガーとこのスラップの音量差は結構ありますよね。はい。こんな感じね。じゃあ、こいつを、エフェクトオンにしていきたいと思います。じゃあ、とりあえずセッティングとしては、適当に、はい、こんなもんで、はい、オンにします。で、非常にわかりやすいのが、ここにインジケーターが、あるので、今ね、これ、コンプが全然かかってない状態って感じ。はい。で、まず、レシオとこのスレスショルドのセッティングで、まあ、コンプレッションがね、かかるところまで持ってきます。まあ、レシはね、とりあえず適当にこのぐらいに、しておいて、じゃあ、スレスショルド、設定して、コンプレッションをかけていきます。はい。ここがね、今、緑が光りました。はい。コンプレッションがかかってきました。はい。まあね、このマイナス4かな。マイナス4で C までかかってるって感じですね。はい、なので、まあ、ちょっと弱いタッチで弾くとコンプレッションがあんまりかかんない感じで、ちょっと強いタッチにすると、はい、マイナス4までかかると。はい、非常にまず出音としてなんか脚色とかまあ全然なく、すごいナチュラルな出音ですよね。非常に音がナチュラルです。でも、やっぱりコンプレッションがしっかりかかっていて、特にこのプルのシャープさ。ね、このプルがパシッて出て、べちゃっていう感じがなくなるのでね、このスピード感とか、このアタックが非常にはっきり出て、明瞭に出てます。でいて、この本来の音がしっかり残っているというか、ナチュラルな出音なんでね。ね、このプルの音。こいつをオフるともうちょっとね、ベチっていう感じなのよ。これ今オフにするね。わかる？このプルのシャープさ。ね、こっちの方がパコパコパコっていうか、ベチベチベチっていう感じがするでしょ。こっちの方が、はい。こんな感じ
感じで、非常に、音が超ナチュラルな。でも、すごいちゃんとコンプがかかってくれるんだよね。はい。すごくないこれ。めちゃめちゃナチュラルにコンプがかかってるんだよね。うん。いいよね。はい。まあで、これすごくね、これでいてナチュラルにかかってるんだけど、もっとディープに、コンプをかけることもできます。はい。じゃあ、スレッショルドね、もっとがっつりと。で、じゃあ、レシオももう少し上げていきます。はい。そうすると、はい。めっちゃコンプかかったね。はい。ほぼほぼリミッターみたいな感じで使えてます。はい。で、まあ、こうなると、当然コンプレッションでね、ギュッと、こう、コンプレッションされるので、まあ、音量はね、すごく下がります。で、そうすると、ここに原因が、ございますので、原因をね、メイクアップっていうのかな、アップすることができます。ね、今、マイナス20デシまで圧縮してるから、ここのプラス20デシって書いてるじゃん。なんかまあこのぐらいまで持ってっていけば、本来のね、音量まで持っていけるという感じ。マイナス12まで、まあ、こんなもんだね。ね、ここまでがっつりかけると、このコンプ特有のこのパコパコした感じっていうのが出てきます。ただ、こんなにかかってるのにそんなに奥に引っ込む感じはないんだよね。ね。ね、非常にこのサンピングの定義がドーンって出て、プルもパシッて出る感じ。このバランス感が非常に良くなりましたね。ね、でもコンプ感すごい薄いでしょ、スラップすると。こんなにディープにかかってるのに、すごいコンプ感が少ないんでね。ナチュラルな感じ、すごく原音重視な感じの、すごい自然なね、コンプレッションのかかりは分かっていただけたかと思います。ただね、このビコズはただナチュラルなだけじゃないんだ。すっげえ、こんなちっちゃいのに、めちゃめちゃ細かく、コンプレッションのセッティングができます。だから、DAW をね、普段から扱っていて、要するにパソコンのね、DAW ソフトとかでコンプを使ってて、まあ、コンプのパラメータ、大体、分かるよ、コンプのセッティングできるよっていうね、人から、ビギナーの人とかで、コンプ、簡単セッティングじゃなくて、じゃあコンプのパラメータ覚えてみたいよっていう、この学習欲の強い人、俺のようにね、なんか学ぶことに楽しみを覚える人、みたいな人にとってはすごく面白いコンプなのよ。で、じゃあ今ね、とりあえず、スレッショルドレシオっていうね、まあコンプのすごい基本的な、パラメータをいじってみました。で、さらにね、ここから、じゃあ例えばこのタイミングっていうトグルがあります。はい、ここに、ちっちゃいけど F と S ってね、書いてあるでしょ。で、このトグルがあるのさ。はい。これで、アタックとディケイのセッティングができます。F と S っていうのは要するにファスト、それから S がスローっていうことだね。はい。例えば、わかりやすいので、このね、インジケーターを見てほしいんだけども、例えばね、今、トグルを S にしたよね。トグル S にすると、はい。今すごいわかりやすいようにコンプをがっつりとかけております。で、そうすると、このね、オレンジのマイナス12までいくでしょ。はい。このパラメータじゃねえ、インジケーターが消えるまでの時間。この感じね。はい。で、この感じに対してタイミングをこっちのファストにすると、わかる？すごい地味。ちょっとよく見てて、このインジケーターが消えるのがこっちのが早いの。インジケーターがオレンジまでついて、消えるまでが早いの。はい。じゃあ、スローにするよ。地味だね、これ地味だけど、よく見てくれるわかるんだけど、要するにコンプレッションが、ね、入力の、音量、コンプがかかるまでね、このスレッショルドで設定した値まで、音量まで来ました。はい、コンプ発動させましたつって、じゃあその発動させたコンプをいつ解除するのっていうのが、早いの遅いのってことなの。はい。それが、ここのタイミングというので選べる。はい。じゃあこれじゃあどういう時に使うかっていうと、例えば、こういうフレーズ。今じゃあスローにして、はい。まあ、例えばこういうフレーズがあったとして、この最初の、はい。これ2音ね、ドスドスって
引くでしょ。で、この時のインジケーター見てほしいんだけど、はい。この最初のね、1音弾くじゃん。要するに最初の1音弾くときは今これコンプがかかってないので、弾いた瞬間に、はい、コンプレッションかかりました。っていう感じね。そうすることによって、弾いた最初の瞬間のこのアタックの音っていうのはコンプがかかってなくて、しっかり出る。で、アタックが、このね、最初の、この瞬間から以降の音はコンプレッションがかかってきて、アタックが強調してくれているわけですよ。今このコンプのね、原理として。はい。ただ、この2音目は、はい。2音目は、このコンプが、今これ、ね、最初の1音目でかかったコンプが終わる前に弾いてるわけさ。はい。っていうことはどういうことかというと、2音目のアタックの部分まで、本来はアタックを効かせないところまでコンプレッションがかかっちゃったままだってことなんでね。ちょっとこの消えないでしょ。はい。なので、これ非常に今ナチュラルに聞いてるから分かりにくいんだけど、最初のね、1音目と2音目。この2音目は、2音目がコンプがかかっちゃってるのさ。で、これってのは、まあ、できれば避けたいの。理想としては、きちんとコンプレッションがオフにした状態でアタックを出す。で、コンプがかかる。この2音ともそうしたいのさ。そうすることによって粒が揃うわけさ。はい。これだからよく聞くと2音目の方がコンプが最初からかかっちゃってて、ちょっと奥に引っ込んでる。はい。非常に地味な違いだけどね。はい。で、じゃあ、それを解消するのがこのタイミングでございます。はい。今、S、要するにスロー、コンプが終わるのがスローでね、状態になってるのを、これとファストにします。はい。で、インジケーター見てて。はい。わかるこれ。すげえ地味だけど、2音目ではちゃんとコンプがオフになってる。ね。はい。こうすることによって、いささか非常に地味な違いだけど、2音目もちゃんとアタックを効かすことができる。はい。ちょっともう一回スローにね、すると。ね、インジケーター見てくれればわかるけど、コンボがずーっとかかっちゃってるじゃん。これに対して、ファストモードに出しやすと、俺が下手だね。はい。こうすることによって余計な部分のみ圧縮してアタック音はきっちり、弾くたんびにアタック音はちゃんと聞かすことができるということができます。そんなセッティングができる。この2種類を選ぶことによってそんなことができると。すごくね。でいて、まあどっちにしろすげえナチュラルなんだ、とにかく。ね、こういうパッパッって弾くときに。はい。で、これスローにすると、ほら、コンプがかかるでしょ ?2 音目も。ね、こっちですと、いささかこっちの方がグルービーじゃない？こっちですと、いささかこっちの方が最初の1音目がちょっと大きいんだよ、音が。この最初の1音目だけがね。すごい地味な違いでしょ。でも、ダウとかやってる人はわかるけど、この違いめちゃめちゃでかいと思うの。これは、このサイズで、そんなセッティングできんのかっていうぐらいできん。はい。そんな感じのセッティングがここでできます。はい。で、さらに、ここにめっちゃ操作しにくいんだけど、ここに2っていうね、このトグルがあります。これ2っていうパラメータをいじれる、このコンパクトのね、コンプってそうそうなくない？やっぱりだから DAW のね、ソフトとかのプラグインとかでは、多分ミックスとかね、するときに使うようなプラグインでは2っていう項目あると思います。ただこのサイズで2が、設定できるっていうのが結構すごくて、そういうところもちょっとね、こう、コンプとか詳しい人にとっては美味しいなっていう感じ。で、この2っていうのは、まあ、膝っていうことなんだけど、これ説明すると、すげえめんどくさいんで、すげえわかりやすく言うと、この H と S ってあるでしょ。これハードニーとソフトニーってことなの。で、どういうことかというと、この H、要はハードニーにすると、よりコンプレッション感がわかりやすくなります。で、このソフトニーめっちゃこれつまみね、めっちゃこれ、操作しにくいんだけど、
これね、ソフト2にすると、よりナチュラルにコンプレッション感、コンプ感がわからない感じでコンプをかけることができます。はい。こんな感じで2が選べる。でも2をね、はい、ハードにしても、ね、ちょっとこうパツンパツン感がわかるでしょ。はい、コンプかかりましたっていう瞬間がわかるでしょ、結構。はい。で、これをじゃあソフト2にね、めっちゃ操作しにくいんだよ、とにかくこれ。よいしょ。はい。こっちの方が自然でしょ、やっぱり。今分かりやすいようにかなりディープに、コンプレッションかけてるから分かりやすいんだけど、ハード2にしても、でも、現実的なコンプレッション具合にしたら、ほとんど、やっぱりすごい、これでも自然だと思います。ね。で、こっちとソフト2にすると、ね、こんな感じでめちゃめちゃセッティングを追い込めるんで、2がね、あるコンプっていうのはそうそうないと思うよ、ペダルで。うん。そんな感じで、かなり、要するにがっつりね、コンプレッション感を分かりやすくかける、ナチュラルにかける、この2パターンができるんで、もう要するにラーメン屋さんで言うと、こってりしたラーメンも出すし、さっぱりしたラーメンも出すよ、みたいな感じなので。ね。いいラーメン屋だね。はい。まあ、そんな感じのパラメータでございます。で、あと1個ね、俺はすごく好きな機能があるの。それがここ。はい、ミックス。ここに、D と W っていうのがあります。これ要するにドライウェットでございます。はい。要するに、原音、コンプレッションがかかってない原音と、ここのね、コンプががっつりかかった音を混ぜることができる。今、このね、ちっちゃいこいつで、ウェット全開に今までなってました。要するにコンプ、ここのパラメータが完全にかかってるよっていう感じです。はい。それでも非常にナチュラルです。ただ、まあ、DAW とかで、いろいろいじってるとわかるかもしれないけど、コンプがっつりかかった音っていうのに対して、コンプかかってない音を混ぜたいっていうか、混ぜることによって、よりナチュラル感を出すことができるね。それが、ここでできる。すげえって感じ。はい。今だからウェットで、じゃあちょっとやっぱりかなりわかりやすくとりあえずかけてみると、はい、めっちゃ、はい、めっちゃ、じゃあハード2にもしようか。こうしようか。ちょっと待ってね。はい。はい。じゃあこんな感じで今ハード2にしてタイミングもスローにして、まあほぼリミッターとして、で、スレッシュの分がっつりして、めちゃめちゃコンプかかってる状態です。ね、ハード2にしたおかげでこのパツンパツン感も出て、いかにもコンプがかかってる状態です。はい。パキパキだね。はい。じゃあ、この状態にすると多分バンドアンサンブルで、この音を混ぜると、当然音抜けがなくなるよね。一人でやる分には楽しいけどね。ね、すごい上手くなった感じです。楽しいけど、これだと音抜けが悪いと。はい。ただ、もしかしたら、このがっつりしたコンプレッション感が欲しい場合あるじゃん。じゃあ、そういう時どうするかっていうと、ここにミックスドライウェット。はい。こいつをですね、非常に見にくいんですが、こいつをドライ方面に持っていきます。はい。いや、わかりやすい。ちょっと真ん中12切りぐらい、ちょっとつまみわかんないんだけど、回したっていう感じ。はい。そうすると、原音、要するにコンプがかかってない音と、今みたいにパツパツにかかった音をミックスすることができる。はい。そうすると、さっきみたいなこのパツパツっていう奥引っ込んだ感じ、だいぶなくなったと思うね。普通に。ね、こんなにコンプかかってんのに全然原音っぽいでしょ。これをだからドライ方面に振り切っちゃえば、コンプかかってないのも。ただ、もうちょっとコンプ欲しくなるじゃん。た時に、このミックスで、
今このがっつりかかったコンプをうっすら混ぜてあげると。ね、だからこれをウェット全開にするとこのアタックのねパツンパツン感わかるよね。はい、すごい今は分かりやすくがっつりかけてるからこんな感じだけども、これをさ、まあほんのちょっと補正程度にさ、うっすらかかってんのかなくらいのさ、はい、例えばねマイナス2デシくらいのさ、強く弾いて4デシとか、普段マイナス2デシ、はい、このくらいで、ちょっと実はコンプかかってますせーみたいな感じの、まあ2もちょっとソフトにしようか。タイミングファストにして、はい、こんな感じのうっすらちょっとコンプかけてますせーくらいの、はい、こんな感じ。この状態で、今ウエット全開なのを弦を少し混ぜます。そうすると、まあ、ほとんど単体で聞いたら超感じ、まずコンプがかかってるようには感じないんだけども、しっかりと整った感があるのね。まさにだからまあ、ミックスとか、この音作りっていうより、音の最後の最後の補正みたいな感じ。最後整えますみたいな感じの、そういう感じの使い方ができるの。要するにエフェクターっていうさ、要するにペダルのね、こういう感じでエフェクターっていう感じっていうよりは、いわゆるエンジニアの、なんつうの、最後のミックスとか補正とか、そういうニュアンスで使うこともできる。すごいよね、これ。っていうかなんか、プロっぽいじゃん、こういうの使うと。ね、こういう感じにすると、ピック弾きとかでさ、こう弾いても、このちょっと飛び出る瞬間に、うっすらコンプがかかってくる。でも、かかりすぎて人間味とか、美味しさ、要するに人間がこうニュアンスとか抑揚とかさ、そういうのが大事だって言うじゃん。そういうところは一切失わずに補正をしてくれるという感じ。こういう使い方ができるコンプってそうそうないんだよ。大体は音色が変わっちゃったり、要はその音色込みでそのコンプの魅力になってる。例えば EBS のマルチコンプなんかが一番典型的な例。まあ、あれを指すともうマルチコンプの音みたいな風になるじゃん。コンプレッションを目的っていうよりは、あの音をみんな目的でマルチコンプとか使うじゃん。ダイナコンプとかもそうだよね。そういうのに対して、これはマジでコンプって感じ。マジでコンプレッションを目的とする。それでいて多機能なんでね。このドライウェットができるし、2も設定できるしって感じで。こういうルート弾きとかで、ちょっと補正してあげるだけでもう最終的な出来上がり全然違うから、マジで。といった感じですね、本日はベコスのコンプ IQ ミニをですね、音を出してみましたけども、まずこのサイズで、要はレコーディングスタジオとかスタジオにあるような、パラメータがいじれるっていう、他にはない特徴のあるコンプです。でいて、出音はめちゃめちゃナチュラル、自然。原音もしっかりと活かしたサウンドです。もうまさにコンプレッションを目的として使うならもう最強っていう感じだよね。要するにコンプでこの音色をね、求めて、わかりやすいのはとにかく EBS のマルチコンプ。あの音が欲しくて、コンプレッションっていうよりはあの音が欲しくて EBS のマルチコンプを使うとか、そういうことじゃなくて、本当にコンプレッションを、操りたいっていう人にはもうマジでうってつけのコンプだと思います。すごいよね。パラメータ2がいじれるコンプっていうのはなんか初めて見たんじゃないかなっていうぐらい、ペダル型でね、そんなものがあるのかっていう感じで結構驚きでございます。でいて、ね、このサイズだからコンプってそんなにグリグリ津波をしょっちゅういじんないじゃん。一回決めたらもうほぼ決め打ちなんだよね。だからこのぐらいちょっと操作性は正直悪い2とかマジでなんてとこにあんの2これっていう感じだけど、正直2をそんなちょこちょこいじったりはしないから操作性は悪いけど、そんなにコンプって、しょっちゅういじるようなパラメータじゃないからそこまで問題じゃないと思います。といった感じでベコのコンプ IQ ミニを登出しましたね。まあ気になった方はですね、ぜひ試してみると面白いんじゃないかなと思います。はい。というわけで本日の動画は以上でございます。また面白いなと思っていただけたらぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。